どうも、大間がときフィルムのヒロト。どうもです。どうも。どうも。大間がときフィルム史上初、視聴者が選んだ恐怖映像トップ10。いいですね。ね、我々今もう5年目に入りますけれども、結構意外、今までやってこなかったんだよね。どの動画が視聴者さんの中で、人気があるのかということですね。はい。で、おそらく、メインチャンネルだけに絞っても、150本ぐらい、そんなないか。まあ、そんぐらいあるんちゃう。メインシップだとか合わせると、はいはい。あるわけですけれども、その中でね、ランキングトップ10をつけさせていただきました。はい。で、どこまでの動画がね、今回エントリーしているかというと、アグイの子供部屋っていうね、動画があったかと思います。はい。一番最初の動画からそこまでの中でアンケートを取らせていただきました。ぜひ皆さんもですね、10位からちょっと予想していただいて、見事ね、そのランキングを当てられるかどうか試していただきたいですね。確かに。うん。ね。では早速行きましょう。はい。はい、どうぞ。どうも。大間がときのヒロト。どうもです。ほんとね、ほんと、ヒロ君の活動すごいよね。閉めてもらっていい？もうクレイジートモになってるよ。もう先がですね、全く何も見えない状態ではありますけれども、この先に一体何があるのか、この目で確かめたいと思います。ちょっと待って、今そこに、そう、ベランダ、人いた、人立ってる。ちょっと待って、うん、人だって、人がいたって今。やめよう。大間がときフィルムのヒロト。どうもです。どうも。どうも。もう先がですね、全く何も見えない状態ではありますけれども、この先に一体何があるのか、この目で確かめたいと思います。14号のトンネルで、この先に13号トンネルっていうのがあるらしくてですね、噂によるとそこは口裂け女の発祥の地と言われてます。後ろ見える？もう後ろ見えない。もう見えないね。で、微妙に霧がかってて、それさ、ナイトショットのがもうね、前方も後方ももう暗闇に包まれちゃってるわ。ナイトでもダメだね。ダメだよね。あ、そうそう。
トなしで来れないでしょ。してるね。したね。してるね。完全にしてる。聞こえた。聞こえてる。あれじゃん、それで。マジで。さっきのね14号とはちょっと一室狭いよね。全然狭いよね。なんかいびつだな。いびつ。カメラ回してカメラ回してライトいかないといかないといかちょっと待ってちょっと待って近づいてきてるやん。ちょっと待って待って。本当で近づいてきてるわ。一人救急。すいません。人いるよね。ライト下ろして。明らかにちょっと誰かいる。ちょっと待つか。聞こえた今。あれでしょ？エレベーターだよね。こっちか、こっち行ったっけ？こっちか。そっちか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。あそこ奥人いない？わかんない。違うか。いや、どうわかんない。これ見て。人だ。見なかった？わかんない。あ、いるじゃない。今の人じゃないのかな。でも一切その後さ、見ようとしない。まあちょっと普通の人ならちょっと声かけてみる。ここはですね、もう廃業してから数十年経過している場所です。ここは大変多くの曰くがある場所ではあるんですけれども、僕らも存在はずっと知ってたんだけど、あまりにも危険、ちょっと避けてた場所ではあるんですよ。でも今回ですね、意を決してね、突入を試みたと。廃墟になって数十年経ってるんで、結構いろいろ朽ちてるんですよ。ボロボロな場所も多いので、そういった危険をですね、注意しつつ、まずは探索から始めてみたいと思います。荒らされてるね、だいぶ。今日はね、あいにく見ての通り雨なんで、上とかさ、見ても確かにさ、抜けちゃってるじゃん。だから
何？上なの？上だよね。ガシャン。そう。人があるから。ああ、それはあるか。あれ、こっち行き止まりか？そう。こっちは行き止まりか。ちょっと待って。今さ、なんか引きずってる音。なんだろう、鉄？そう。聞こえなかった。するよね。今してる。してる。なんか引きずってる音。はい。今ですね、一通り、この旅館を回って、完全に何か踏みしめるような音と、あとは金具をカンカン叩いてる感じか。やばいやばい。今ね、人がおるよ、ここ。嘘、マジ？いるいるいる。おる？もうここね、ちょっと出た方がいいかもしれない。マジ？人。ヒロ君。ちょっと待って待って。落としてる。してるよね。落としてる。何の音これ。ちょっと待って。人だよ。いたよね。いや、完全に。やばい人だよ、絶対。やばい。やばいってない？いや、じゃあどういうことやばいって。引きずる音、俺らね、1階にいるときに上に登ってってる感じだったの、階段のところで。じゃあ、もうヒロ君もさ、すぐ出た方がいい。ちょっと走って出ますわ。いや、ちょっと待って。大間のひろと友です。はい。怖いんですか？普通に怖い。あ、めちゃめちゃ静か。これはやばい。これ以上無理です。ごめんなさい。何かちょっと感じるんで、ちょっと一旦向こう行ってみようか。ここは前回は来てないね。来てない。ちょっとじゃあトムさん、ぜひ一度ここで休憩していただいて。座る。座る。待って。何？めっちゃ鳥肌立ってるよ。ちょっと待って。今さ、完全に触られた。本当に？冷たい手で。本当に？マジ？ちょっと待って。いや、今ゾッとしたのよ。鳥肌やばかったからね、今。ちょっと今触られたらしいよ。こいつこうやってさーって。そう。気持ち悪い。めちゃくちゃ冷たかった。うわ、雨が強くなってきた。
物？うんぽい。人じゃないよね。聞こえたよね。聞こえた。なんか今ね、焚き火みたいな。そう気持ち悪い。びっくりした。なんだろうね。さっきからね、本当ね、猿と人間のこう混ざったような、こうすごいなんか気持ちの悪い鳴き声みたいなのが聞こえるんだよね。さん、ここに置いてある捨てられてる手紙封筒も全部さん宛てだね。え？やばくない？だんだん主張が激しくなってる。そう。おい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 。聞こえたよね。みたいな。この下から聞こえるよ。こんなとこあったっけ？なんか言ってないよ。人の声じゃないよな。違う。言葉あったっけ？なってるよ。これ待って、何の動物じゃねえの？ちょっとそこ人いない？そこ。ちょっとマジでやばいやばい。マジやばい。やばい。おかしいおかしいおかしい。今家の方に到着したんで、ちょっと今から入っていきます。本当今思えばなんかその家主さんだいぶ当時ね様子がおかしかったんだよね。様子がおかしい。こうすぐに手放したいっていう感じで、でなんか焦ってたんだよね。そうでその家っていうのがもともと今から3、40年前に今回の売り主さんが持っていたその土地の上に3人の家族が家を建てて住み始めたらしいんですよね。ただ今から6、7年ぐらい前にある日を境にその3人全員が失踪してしまったらしいんですよ。家の中のドアは、開けっぱなしにしないで必ず閉めてほしいって言われて、開けて通ったらそのドアは必ず閉めるということは絶対守ってくれっていうことだったので、分かった。どうなってるのか見に行ってみようか。映像にも映ってた部屋だ。仏壇の部屋。なんかすごい縁起物もすごい雑に。これってさ、家を置くやつじゃない？明らかにここで通夜というかそのが行われた後じゃん。金属音っつったじゃん。なんかさ、確かにいやキーンみたいな感じで。いや、わかるよだよねだよね。これじゃない？キーンって聞こえるっていうかわかんない。電子音じゃないよね。これだよね。この音だよ。いないよね人。いやおるわけない。違和感を覚えることが一個あって、扉をさ開けたら閉じるようにっていうことを僕らきつくお願いされたんじゃないですか。にもかかわらず、押し入れだとか、引き戸が半開きなの逆に。でもさっきもそうか。そこも全部そうか。わかんない。これも偶然かもしれないし、わかんないけど。
週。ちょっと、速球。今の音。ちょっと待って、ちょっと待って。はい。今ね、10位から6位までを見ていただきましたけれども、自分の中で僕らの予想と似通ってる部分はあれど、はいはい。まあちょっとやっぱ僕の中で嬉しいのは、大変だった動画確かに。がやっぱりランクインしてるなっていうのは感じますね。はいはい、見つかりにくかったりね、その場所がね。そうそう、場所がね。とか本当にもう、その撮影もマジで大変だったっていう。まあそれに伴ってやっぱりこの現場の恐怖度だとか、いったものも、ちゃんとこのランキングに反映されてるっていうのはやっぱ伝わってるなって嬉しいよね。いや、嬉しいね。これはね、本当。まあ今から5位から1位見ていただくわけですけれども、まあここは結構鉄板ランキングかなっていうのはあるけど、予想はね、俺らは結構できやすいよね。じゃあね、早速皆さんもじゃあ5位からまた予想していただいて、じゃあ一緒に見ていきましょう。はい。現場の方に今到着いたしましたので入っていきましょうか。怖いね。いや、かなりね、やばい家であることは間違いないので、めちゃくちゃ入るの嫌なんですけど、ちょっと意を決して突入してみましょうか。いきますか。お邪魔します。ちょっとその屋根裏を探索していきましょうか。なんだこの。なんだこれ。あ、これ扉か。なんて書いてあるこれ。立ち入り禁止って書いてあるのか。開けんの怖いよ。まあでも行かないわけにはいかないよね。うわ。ちょっと待って。ひな人形。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これ、首がない。わかる？ちょっと、気持ち悪い。しかも、一体だけだよね。いや、そうだよ。見ちゃいけないものを見た感じがする。僕、ヒロ一人で、調査、していきたいと思います。声が僕にばっかり聞こえるんですよね。あー、きつい。
めちゃくちゃ視線を感じる。もしもし。もしもし。もしもし。トモさん今どこにいます？トモさん。何トモさん。トモさん。おかしい。ちょっと待って。トモさん。トモさん。本当にやばいよね。人じゃないってことだもんね。この部屋の中に人がいる気配すっごいんだけど。昭和58うわ、ちょっと待って、なんか俺すげえ嫌なもん見つけたかも。今ね、現場の方に到着いたしました、はい。ここの所有者の方が、なんとなく一通りね、家の中案内してくれるみたいなんで、ちょっと説明を聞きつつはい。入ってみたいと思います。いつもさ、廃墟で思うのがさ、なんで写真とか、ああいうアルバムって全部置いてくんだろうな。ちなみにこの写真の方は先ほどの話で出ていた方たちってことですよね。そうですね。ここが先ほどお話しさせていただいた部屋なんですけど、あ、この先ですか。はい。もう自分は入ることはできないので、先ほどお話聞いたその捨てなくなってたっていうのも、あの階段を登った先なんですよね。あの事故が起きてからもう数回しか行ってないですね。あの階段を登った先、うんこう一気に空気が変わる可能性がある。ちょっと待って、聞こえた？今ってどなたがいらっしゃるわけじゃないですよね。毎回こんな感じなんですよ。どなたもいらっしゃらないですよね。いないです。普通に声じゃん。だってはっきりだよね。お邪魔します。お願いします。ここが娘さんの暮らしていた部屋で、この部屋で一家おじ家族3人が移って自殺した。当然誰もいるわけなく、こう一気に空気が変わる可能性がある。一気に空気が冷たくなってきてる。いやでもこれがさん曰く日常茶飯事なんだとしたら本当にやばいよね。人じゃないってことだもんね。びっくりした。私は幸せでした。私は幸せです。嘘つき。私は幸せです。嘘つき。私は幸せです。嘘つき。なんでこの人これを見つけてほしかったってことなのかな。ちょっと待って、この家もおかしいわ。カメラ目線じゃないんですよ。自分の僕の後ろを見てるかのような。はい、
例えばね、5位、4位見ていただきましたけど、残るはトップ3と。はい。まあ、順当といえば順当なランキングだよね。そうだね。その年、まあ今僕ら5年目ですけど、はいその年で、もう一番もう大変だった撮影、もう絶対二度と行きたくない現場そうね。が入っててくれて嬉しいですよ。いや、嬉しいよ、本当、うんこれがね、共有できるというかね。そうだねこの気持ちをね。うん。もうトップ3はあれでしょ。まあまあまあ。もう揺るぎないでしょ。揺るぎないよ。で、また古いね、ほんと1年目の動画も結構ランクインしていて、まあそれも嬉しいですね。うんでは残るはですね、トップ3見ていただきましょう。はい。ようやく到着しました。今日の僕らの宿です。ここで朝を迎えたいと思います。おやすみなさい。本当ね、本当ヒロ君の発想すごいよね。もう疲れちゃったんで、宿の中に入ってテントを張りたいと思います。内側からです。ライト全部消したらどのぐらい暗いのか。ちょっと回転消してみます。一回ちょっと、これか。ちょっと一回。声聞こえた今。声聞こえるの？いやわかんない、なんか女の声。ちょっと戻ろう。気味が悪いんで、とりあえず寝れるかどうか謎ですけど、寝てみたいと思います。大間形フィルムのヒロト。どうもです。どうも。どうも。今回もですね、はい。我々のもとにとある依頼が DM で届いておりまして、はい僕たち古民家系心霊 YouTuber じゃないですか。まあそうですね。ね。多いですね。で、うん。そういった連絡非常に多いんですよ。うんうんうん。で、その中でも、はい。やはりね、厳選といいますか、おえりすぐりのはい依頼をお受けしているわけですけれども、今回もかなりえぐいです。すごいね。じゃあ早速、はい。行ってみようか。行きますか。はい。ちょっと圧倒されるね。お邪魔します。まあね、さっきともさんとも喋ってたんだけど、
ケルケルって音聞こえなかった今。足音。通路ある。マジ？うわ、マジでやば。ちょっと鳥肌やばい。今。この音じゃないよね、ケルケルって。あだって普通のこれドアノブだよ。確かやばい、なんかどんどん洞窟の奥へ奥へ行ってるような感覚。に。迷路みたいな。うん。なんかちょっとすごい嫌な感じでする。うわ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 。それこれ。病室じゃん。なんだこれ。えペットってことだよね、でもね。いやいや、おかしくない？今回送っていただいた映像に映っていたお家っていうのが、ホラー映画に出てくる本当だね。シーンそのものだよ。すぐあった。映像が送られてきた。そうです。何が？女の人がこう。なんか。中か。まあでも冷静に考えてこれ十数年ぶりに開けてるんで歓迎はされてないと思うんですよ、間違いなくね。大丈夫か？やばいな。これ入って大丈夫かな？いや、ちょっと異様すぎないか？いいよ。こんなのになってると思わなかった。怖い。やばい。ちょっとマジで触ってこれ。何？なんだろう。線香を上げてるんだよ。こう見せつけるかのように置いてないか。ハサミ。手鏡をどういう理由があってこんなことする？てかこれ何のためにこの部屋こんな風になってんの？ここどんな理由があったらこんな風にする？入れないようにしてさ。おばさんがもともと使ってたんだよね。話を整理すると、おばさんが、ちょっとね、やばい。誰？整理するけど、この部屋に住んでたおばさんが今から3、40年前、もっとね、結婚目前で婚約破棄されてしまって、で、そこから行方不明になった。それ以来、開かずの間になってる。だからもう何十年ぶりに今僕らが足を踏み入れてるわけだけど、依頼者のおばさん曰く、幼少期から2階には上がるなとは言われてた。謎が多いよね。行方不明だって言われてもさ。怖いね、この部屋。空気はやばい感じがするよね。なんかこの部屋ちょっとおかしいぞ、マジで。おかしいよ。ちょっと待って。人じゃあそこ影。いや、人影を見てよ、俺。今。すいません。あ、誰かいます？ちょっと開けますよ。びっくりした。どうされたんですか？
そうですか。お一人ですか？ちょっと待って、中を見に来られたんですか？いや全然、まああれもしあれだったら、全然。いやまあ別に。いいですよ。カメラ止めた方がいいかな。連絡とかもしもらってたら全然、しかも真っ暗だったんですよね。全然迎えに。もう最初からこのままになってて、こういう風にね全部そうだね。開いてあるというか、使ってあったみたいな感じですね。もう本当さんもう初めてなんですよね、ここって。さんは初めてですよね、入られたのって。ちょっと体調悪そうですけど大丈夫です？様子が。やっぱりおばあちゃんのせいだったんですよ。ほら。お、そう。なんで？ちょっと、さんちょっと、もう行こう。あれ何なんすか？あそこにさ、一人で残る普通。明かりが全くないんだよ。ちょっとね、おかしすぎて、ちょっと会話にならん。怖かったよね。いやも普通にう怖いっていうかもうめちゃくちゃじゃん。はいね、トップ10今見終わりましたけれども、はいはい。まあ1位はやっぱりもうやっぱ予想通りの動画だね。ああ、でも俺はね、犬鳴きかなと思った。ああ、そういうことね。そっちが1位に来るかなと思ってた。はい。まあ再生数的にはね、犬鳴トンネルが一番多いわけですけれども。はい。まあこうしてみると本当にちょっといろんなことがあったし、まあ大変な、4年間、もうあと少しで5年ですけれども、そうだね。大変だったなって思いますよね。いや、なんかでも俺らも振り返れてさ、これちょっと面白いですね。そうだね。だからまたね、数年経ったら、ちょっとランキングがこうまた変わっていくと思いますんで、またコメントの方でもね、でも今回ランキングに載ってなかったけど、自分はこれが一番怖かったよっていうのがもしあればコメントに入れていただきたいですね。はい。では一旦ランキングは以上です。大間が時のね、動画で、あるあるがね、実は1個あって、何かというと、DM がね、たくさん届きますよと。その中にね、やっぱ気になる DM っていうのがあるんだよね。大間が時フィルムの動画を見てしまったせいか、この日常がちょっと変わってしまったんですっていう、どういうことかわからないと思うんですけど、例えばカップルで大間が時をよくね、見てくれてたんだけど、その彼女さんの方がなんかちょっとおかしくなってしまったとか、当然ね、大間が時の動画を見た後寝てる影響もあるかもしれないんだけど、一番多いのは、その夜中に枕元に足音が聞こえるようになってしまっただとか、人影が見えるようになってしまったっていう、もうがっつり影響されてる感じ。それは非常に恐ろしいことじゃないですか。確かに。で、まあそれは結構初期の頃か
からまああったわけですけれども、今回ね、なぜね、この話をするかというと、とんでもない映像届きまして、今からご紹介する DM も、大間が時を乱してから、家の中で、なんか物音だとか、ふとした瞬間にさ、人影が目の端で見えるようになってしまったっていうね。で、その人は、その物音がするたびにさ、ビデオを回してたらしいのよ、スマホで。はい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 。でね、まあ僕らもさ、まあそういった映像あったら送ってくれって言ってるじゃないですか。うんで、たまにサブちゃんの方でもね、そういったの紹介してるように、そういうことをしてくれてたんだけど、まあある日ね、またその日も、まあ明らかに部屋の中自分一人しかいないのに、足音がする、物音がすると。そっちの方に、もうカメラを回しながらこう行ったらしいんだよね。そうしたら、その時は気づいてないっぽいんだけど、まあ後から何か変なおかしなものが映ってるっていうことで、まあ送ってくれたわけですね。はい。で、状況としてはですね、その方、家の中に仏間があるんですよ。仏間があって、その部屋から声ですとか足音が聞こえるっていうことで、今回もその場所に行ってる映像なんだよね。カメラ構えてこう行ってんだよ。はい。で、この時は多分何も気づいてないんだよね。で、結構多分すごいか細いライトで照らしてるから、はいはい。で、あと結構その手ぶれがすごくて、あんまり綺麗にはよく見えないんですけど、まず一回ちょっと普通の状態で見てもらいましょう。はい。わかる？いや、わからなかったな、俺は。ちょっとわかんないよね。まあ暗くて、こう目まぐるしく動いてる感じだからわかんないんだけど、押し入れにね、人の顔が一瞬映ってるんだよね。そこをちょっと見てもらいましょう。やば、やば。ね、顔だよ。これ顔だよね。そうそうそう。顔だわ。ご年配の方かな。まあそうだよね。とは思う。まあ僕にもそう見えるし、実際皆さんにもそういう風に見えると思うんですよ。ちょっと、まあおじいさんに見える。で、今回ね、DM 送ってくれた方曰く、これ今仏壇映ってるじゃん。DM 送ってくれた方のご両親の家なんですけど、お父さんにそっくりらしいです。わかる？なんかちょっと僕思ったのは、例えばさ、今まで DM でね、人影が見えるようになったとかね、声がするっていうような DM ってたくさん来てるじゃん。大間の時のあの動画を見た後なのであれば、その動画に出てきた怪奇現象の例がね、
出てきたっていうのはまだ整合性があるというか、わかるんだけど、うん。この方の場合は、自分のお父さんが現れちゃってるのよ。大曲時の動画を見出してから。これどういうことなんだろうねっていう。何かしらにさ、影響を与えてるってことだよね。いや、もしそうであれば。だよね。その空間なのか、こうんの撮った人なのか、そうそうそうどっちかってそう。ことだよね、でもね。僕たちよく動画でもさ、うん心霊スポットに行くじゃない、その時ってやっぱ現世とあの世の境がこう曖昧になる感覚があるじゃん。はいはい。この心霊スポットに入っていく、このどんどん奥へ行くたびにね。うんうんあ、なんかもう、ここ今、現世じゃなくあの世とすごい近くなっちゃってんだろうな、みたいな。何が起きても不思議じゃない雰囲気、空気漂うじゃないですか。うんなんか、それと同じような状況になっちゃってて、霊界と繋がってるみたいな。ああ、もう、俺らの動画からそうそうそう。影響を受けてだから先祖がこう出てきちゃってるみたいな。だよね、でも。じゃないと説明がつかないというかね。ご先祖様が出てきちゃってるっていう。まあ、ここからはね、ご報告なんですけれども、この映像を見させていただいて、で、僕は当然、連絡を取り合ってます。その今回ね、送ってくれた方と。そのご自宅の方に伺わせていただいて、実際検証をさせてもらえないかっていうことで、はい今話進めてます。ちょっと遠いんで、はいはいはい。ね、大変ではあるんですけれども、ちょっと一回、この映像を見せられちゃうとさ、まあ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 。現場行ってみたくないですか？わかるっすよ。うんわかりますよ、それは。ちょっとね、そういった風で話進んでおりますので、まあそちらはね、こうご期待ということですね。はい。はい。またですね、こんな風で、ちょっと皆さんのご自宅でもですね、例えばね、何かそういった、いつもと違うおかしなね、現象が起きた時に、すぐちょっとスマホで映像を回してもらってさ、確かに。何か映れば教えてください。お願いします。はい。じゃあ。今回なんですけれども、まあタイトルにもね、あります通り、まあお蔵入りの動画です。ああ、はいはいはい。でね、うんやっぱね、お蔵入りの動画って、そのままお蔵入りの動画のその素材だけを編集して、お見せしてもね、ちょっと意味わかんない映像になっちゃうことがやっぱ多いんだよね。はいはいはい。結局何なのか。で、お蔵入りだから出せなかった理由があるわけじゃないですか。で、それがね、皆さんはね、もう見てもらったかもしれないけど、例えばセリーヌとか、キメラとかみたいに、まあ、ああいった理由で出せなかったとか、あとは、もう何も起きてなさすぎて出せなかったとか、いろいろあるんだけど、もうやっぱなぜ出せなかったかっていうのを分かっていただいた上で見てもらった方が、話が早いんじゃないかなと思うんだよね。確かに。そう。確かにそうだね。大曲時フィルムのヒロト。ともです。どうも。どうも。今回なんですけど、はい。DM が来ておりまして、まあ、どんな DM かというと、大曲時の皆さんこんばんはと申します。今回は僕が先日行った心霊スポットのことで調査してほしいことがあり DM しました。県市町のというラブホテルの廃墟なのですが、大曲時さんも過去に行ったことのある廃墟だと思います。僕たちは男女5人でこの廃墟に肝試しに行ったのですが、大曲時さんの動画の頃に比べてかなり荒れていて、放火されたのか丸焦げの部屋もいくつかありました。
その中でもおそらく出火元と思われる部屋に入った時、他の部屋とは全く違う何とも言えない気配を感じたのと、焦げた匂いとは別の生臭い獣のような匂いがしていました。そしてその部屋の壁には変な張り紙が貼ってあり、それのあまりの気味の悪さに怖くなり、帰ろうとした時、一緒にいた一人の女の子が部屋の隅に誰かいると叫び、みんなパニック状態になってしまい逃げるように帰りました。あの張り紙に何と書いてあったのかもよく見れなかったので、ぜひ大間時さんに言ってもらいたいです。よろしくお願いします。1年ぐらい経ったかな。1年以上経ってるか。ではね、今到着しました。はい。まあ本当久々に来て、まあさらに荒れてるよね。荒れてる、荒れてるというか、もう放火されてて丸焦げです。どんな理由で火をつけるのかっていうのは全くわからないんだけど、確かね、先ほどお伝えしたように、この廃墟のどこかにめちゃくちゃ気味の悪い意味不明な張り紙があると。なんでそれがダメかっていうと、なんだろうな、ちょっとこ理不尽というか、う、理不尽っていうか、ちょっとそれに触ってるっていうかさ、関わってるというか、それを知ったというか、まあちょっと遊び半分で言ってしまった、バカにしてしまったとかね。どうも、大間時フィルムのヒロト、どうもと T です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ようやく皆さんお会いできましたね。心霊写真お好きですよね、皆さん当然。で、僕も心霊写真僕ら大好きなんですよ。皆さんご存知の通りですね、ツイッターだとかね、インスタで心霊写真を僕ら募集しておるんですけれども、やっぱ尋常じゃない数届くんですよね。ヒロです。どうです。どうも。僕たちってさ、結構基本心霊スポットとか、暗い場所に行ったりしてることが多いじゃないですか。だから本当にその見てくれてる人たちとの交流がなかなか今までやれてなかったんだよね。だから本当にね、皆さんと OMG クラブでこれからどんどんいろんな交流をしていったり、あとは本当にお蔵入りになってる動画をね、ようやく供養の意味を込めて皆さんにねお見せできるということは大変嬉しく思います。いや嬉しいですね、本当嬉しいですね、それはね。決して安い金額ではないとは思うんですけれども、必ずですね入ってよかったと、OMG クラブの一員になってよかったというふうに思っていただけるようにですね、メンバーシップはかなり、ね、力を入れて気合を入れてやっていけたらというふうに思っております。はい。